年経ったぐらいからどんどんなんかこう荷物が、ゴミが積み上がっていって、で今みたいな感じになっちゃった。じゃあ大体1年半ぐらい。そうですね、そうですね、はい。片付けようと思って自分でやろうと思ったんですけど、ちょっと手に負えなかったんでっていうのが一つですね。でもう一つは多分自分ではもうできないだろうなと思ってっていうのもありました。なんか面倒くさくなっちゃうのかな。あとはまあ仕事とかでもう寝て帰ってみたいな感じなので。すいません、じゃあ本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず片付ける経緯なんかをお伺いさせていただきたいんですけど、ここに今住まれてどれぐらいになりますか？今ちょうど2年目ちょっと過ぎたぐらいですね。で、この散らかり出したのって大体いつぐらいからとかってありますか？そうですね、多分半年経ったぐらいからどんどんなんかこう荷物が、ゴミが積み上がっていって、で今みたいな感じになっちゃった。じゃあ大体1年半ぐらい。そうですね、そうですね、はい。なんか今回片付けるきっかけとかって何かあったんですかね？そうですね、一つはマンションの下水とかの調査、排水溝とかの調査が入るんで、これ多分調査できないなと思って、それで片付けようと思って自分でやろうと思ったんですけど、ちょっと手に負えなかったんでっていうのが一つですね。でもう一つは多分自分ではもうできないだろうなと思ってっていうのもありました。だからここ今2年ぐらい住まれてますけど、今までもそういったことは何回かあったんですかね？そうですね、ここに住む前に別のところで、10年ぐらい住んでたんですけど、5年ごとぐらいにお願いして、でちょうど5年目ぐらいに引っ越しをしなきゃいけなくてそこで頼んで、でまた5年後にこっちに引っ越してくるタイミングで頼んだっていう感じですかね。なんかその毎回その片付けられなくなるなんかきっかけとか原因とかって何かあるんですか？なんでしょうかね。一番は面倒くさくなっちゃうというか、そうですね。なんかゴミとかも燃えるゴミとかは分別して一応毎週出してはいるんですけど、ただこういう段ボールだったりいいかなみたいなゴミは結構積み上げていっちゃうので、なんか面倒くさくなっちゃうのかな。あとは仕事とかでもう寝て帰ってみたいな感じなので、やっぱそのゴミ出しのルール、その住まれる地域によって変わったり、この曜日のこの時間しか出せないとかっていうのもやっぱ難しいとか、日々の生活に追われてっていうのが。そうですね。燃えるゴミとかはもう完全に何曜日って私の中でインプットがあるんで、もうそれでやるんですけど、頻度がないものってあるじゃないですか。なんか出せる日がもう特定されてるとかっていうと、そうですね、もうなんか入ってない面倒くさい感じになっちゃう。タイミング逃してしまって、ね、そこから溜まっていっちゃってっていう。そうですね。で一応今日片付けさせていただくにあたって、なんか残しておくものとかっていうの、ここのお部屋でいうと何かありますか？そうですね。ここの部屋でいうと、ここの袋に入ってる洋服、あとはもう入っていて大丈夫です。もう空にしちゃう。空にして、あとは布団とかも。お布団はまだ使われてる。了解で。で一応なんか今日片付け処分とハウスクリーニングの方もさせていただく形になりますので、水回りとここのフローリングと一回荷物空にして掃除させていただくという形になります。で作業時間としてはだいたい2時間半ぐらいはかかるかなと思ってるので、2年ぶりにちょっと何もない状態まで頑張って持っていかしてもらおうかなと思ってるんで。すみません、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとここら辺のカバンとか出てる靴とかはもう大丈夫です。でここのウォーターサーバー、これだけ置いとく。はい、そうですね。でこの水と、それ以外はもう大丈夫そうです。了解です。よいしょ。片付けてからお風呂を掃除します。
最初に比べたら分かります？綺麗になってるの。もっと真っ暗やったでしょ。ちょっと見の間にスッキリはしましたけど、まずここの通路部分のものだけ撤去しているやつを避けながらで完全に開いた状態です。あと棚の中とかこのまましたやつは後で見ていくんですけど、でここの左側に溜まってたやつは一旦整理できたんで、こっちのいるやつをこっちに避けていくのをどんどんしていけるようになってます。で今同時進行でお風呂場のハウスクリーニングやっていけるので、ここのスペース空いたらここのフローリング分、あとキッチン分っていう感じでどんどんハウスクリーニングの同時進行でやっていけたらなと思います。お願いいたします。懐かしすぎるのがいっぱいあります。これだって引っ越ししてこられてはい。2年分使ってないような荷物ってことですよね。あ、そうで2年間す。でしかもこれ10年前からずっとやってる荷物もあるので。あ要は引っ越し先からのこう持ってきたやつもあるので。何回かその未開封のまま経由しているってことですよまさにまさに。これどうですか？あ、ここにあるのはもう捨てちゃって大丈夫なやつです。これも全部いらないやつ。了解です。後でこれ見たらわかんねえ。いかにこすってないか。嘘。いかにこすらず落ちてるかっていうのはわかるけど、多分ダメ。ボツ。これ作ってる洗剤なんですけど、ボツです。威力強すぎて目が痛い。お金も入ってる。おおと思って。でも下にこうあるやつはもう捨てちゃってるやつなので、はい。この袋の中のものはこれとこれがそうですね、いいやつですね。はい。やっぱハンガーってクリーニング出すたんびにもらっちゃって、そうですそうです。クリーニング出すたびに溜まって、でここのあれですね、なんだっけ、ビニールも全部溜まって。なるほど。結構ハンガーって溜まったら大変じゃないですか。バッて取っても形バラバラだからこうなるじゃないですか。一本一本これ揃えようと思ったら向き揃えて縦にしてとか、なんかこれもっといい方ないんかなと思いません？家とかでもハンガーバーっと干してて、例えばこれが厚紙っぽいなんか段ボールのやつでできてるんやったら水で濡らしたらギュッて一塊になるじゃないですか。なるほど。それを言いたかったんですよ。そういうことか。そういうことか。だって1週間に大体6着ぐらいクリーニングするとして1ヶ月にだから24本とかする。あ、だから毎日そうそうそうほぼそうそう。ちなみに今まだ途中ですけど、はい。その片付いていく様を見られてどんな気持ちですか？めっちゃ感激してますね。すごい感激。いや早いですし、もう的確にすごい綺麗にしてくださってるのでめちゃくちゃ嬉しい。多分自分では多分こうはならないですよね。ご自身久しぶりに見られるものとかも多かったですか？あ、そうですね。あったなみたいな感じと、もうタイムカプセルみたいになっちゃってる。ノブ君がさっきからハンガー持ってる絵しか。ハンガー大変っていうのが伝わってればいい。アメリカの効果も結構。そうなんです。出張で海外に行くことがあって。そうなの？はい。あ、かなり持て余ってますね。わかる？別に赤いカビやったら別にほら青茶色くなってるの分かります？ポタポタ落ちてるの、うん、赤茶っぽくなってるのだからなんか
黒いカビじゃなかったら普通のアルカリ洗剤、アルカリ用の洗剤で大体カビって落ちるんで、赤カビなんか赤カビのうちに掃除するのが一番楽ち楽ちん。ここでじゃあ入れやすくてあ、これはこのまま、はい、これはこのまま。ほっといたら勝手に茶色くなるでしょ。うん。あとはこれこするだけ取れちゃうから。見ますか？めっちゃ綺麗です。感動してます。すごい。あ、そうですか。あともうちょっとだけ磨いて終わりにしようかなって。はい、こんな綺麗になるんですね。すなんか結構掃除の仕方さえ分かればはいはい割と簡単なんで、そうなんですね。カビって汚れと温度と湿度で一番発生するんですよ。だから体の汚れがたまる分ここに一番たまるんですよ。あ、確かに。はいはいはい。そうです。で天井から実はカビの胞子って常に出てて、ここは湿度と温度は合ってるけども、言ったら皮脂汚れ、体の汚れが天井にはつかないからあんまり黒カビって発生しないんですよ。はあ、そういうこと。はい要はで餌がないからってこと。そうです。餌がないからなんですよ。だから常にキノコと一緒で胞子はばらまいてて、餌がここにあるから一気に発生するっていう。これじゃあ本当に、そういう風にならないためにはやっぱりちゃんとこまめにするのがいいですし、換気するのもいいですし、カビって本当生き物と一緒で夏バテもするんですよ。カビって実は夏バテはほとんど発生しないので、夏になったら菌を実は抑えられるんですよ。温度が熱くなれば。なんかカビ熱に弱いんで、赤いカビのうちはなんかもうアルカリ洗剤とかでやってもらう方がいいです。赤いカビのうち。はい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 。意外に簡単なんで、洗剤ちょっと今日これ置いていとくんで使ってください。ありがとうございます。すごい。嬉しいな。嬉しい。ほくそ炎上ずっと。どんな段取りでやっていく感じですか？とりあえず洗剤バーっとかけて、まあ、ちょっと時間を置いたら汚れ浮いてくるんで、まあ、スポンジでバーっと拭き取って、で一回汚れ落としてみて、ちょっと汚れ強いところとかは多分残ると思うんで、さらに追い洗剤で、まあここまだお水とかも使えるんで、お湯も出るんで、最高お湯でまた汚れを出して仕上げていきたいと思います。この辺なんか多分もう汚れバーっと浮いてきてるんで、ゆきくん絶対手袋する？しますね、僕は。荒れる？いや、あれないですけど、なんか掃除する時もそうですし、まあ片付けさせてもらう時もそうなんですけど、なんか手袋をしたらスイッチが入ります。よし、やるぞと。現場でもちろんそうなんですけど、気持ちの問題。気持ちの問題です。さすがのゆうきくんも汗出てるな。いや、出ますよ、ほんまに。普段全然汗かかないですけどね、今日は出ます。洗剤変えてから時短はできますよね、やっぱ。あとは汚れ強いとこスポンジ変えるだけである程度いけるんで。まあね、汚れもそんなにひどくなかったので30分ぐらいでだいたい作業終われたと思ってよかったです。特に僕は難しいことはしていません。ここにもスプレー振りかけてスポンジで拭くだけ、単純な作業でした。
今からこっちへのハウスクリーニングを開始するんで、拭き掃除とかする前にね、こういうゴミあらかた掃き掃除していって、汚れてる部分を引き上げていって最後仕上げていく感じですね。氷とか混じったままだとちょっと拭きにくいんで、でもなかなか家で掃除でこんだけスペース空けて拭き掃除することないんですけど確かに家具とか家財全部避けてやらんとあかんからマジの大掃除ですから、こんだけスペース空かないですもんね。まず水拭きしていって、こういうところちょっと汚れがひどい部分、ここら辺やっぱちょっとここにベッドが置いてあったんで、寝汗とか水分が多い場所でずっとマットレスに引きっぱなしっていうことやったんで、湿気が溜まってカビてたりちょっと床が浮いてたり変形してる部分があるんで、ここら辺ちょっと汚れが取れないとは思うんですけど、ここのへばりついてるやつとかを取り外していって、ここら辺の汚れひどいところは重点的に磨いていって、で全体的に仕上げていこうかなと思います。汚れたらまたちょっとここがね、へばりついてるゴミを浮かせて取りたいなと思ってるんで、ちょっとつけ置きして様子見たいと思います。おなんていうことでしょうあ、これ無理これ強い。ここは取れました。めっちゃ綺麗に取れる。汚れはだいぶ取れやすいですね。これは水拭き？シンプル水拭きです。ここら辺はね、物が積み重ねてただけなんで、段ボールのフローリング自体も全然汚れてない。壁がちょっと湿気でカビてるかなっていうぐらいで、フローリング自体もそんなにダメージがないかな。簡単な水拭きで取れる汚れですね、ここの辺は。一瞬で綺麗になった。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。久しぶりに見てみてどうですかね。めちゃくちゃ感激してます。めっちゃ綺麗になってますね。途中まではずっと立ち会っていただいて、お風呂場とかキッチンとかのクリーニングの方を終えてみて、今帰ってきていただいたんですけど、最後見てみてどうですかね。いやー、本当になんか入居した時のことを思い出すぐらいの本当綺麗にしていただいて、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ただ布団のね、やっぱりところが結構盛り上がっちゃったら、これ後でちゃんと注意しないと、今後注意しないと。そうですね、ちょっとここを換気よくして使ってもらった方が、またこの上に置いてこの上で湿気ちゃうとどんどんまた床も上がってきたりとか、フローリング剥がれちゃったりすると思うんで、片付けの業者さん入れられるの多分3回目っておっしゃってたと思うんですけど、なんか今後やっぱ気をつけたいこととか、なんかアドバイスとか経験してみてっていうなんかご意見だったりってありますか？そうですね。やっぱり日々こう仕事と家の往復でこう忙しい中で、やっぱりどうしても家のことって後回しになっちゃうんですけど、仕事のスケジューリングと同じぐらい、この家の特にそのゴミ出しだったり片付けのスケジュールってちゃんと入れていかないと、多分こまめにできないんだろうなっていうのは、自分の反省点で、どうしても後回しになっちゃうけども、ゴミを出す日の曜日だったりとか、あとゴミ袋をちゃんと分けてちゃんと常に置いとくっていう感じかなと思いますね。
仕事と一緒の感覚でもう予定に全部組み込んでいくっていう。そうですね、うん家のことなんだけど、ゴミ捨てとかに関してはもう仕事だと思ってやったらいいかなっていうのはちょっと思いました。ああ、なるほどです。多分私の場合は来週要は業者さんが来て、要は排水管とかですね、そう下水関係を要は見るっていうことで、まあ言い方悪いんですけど、他人が強制的に入ってくるシーン、はい、が発生したので、そうすると自分だけのことじゃないじゃないですか。もう言ってしまえば、まあ言い方ですけど、他人が勝手に強制的に入ってくるんだけども、でもそれって必要だから入ってくるわけで、じゃあその現場を見た時にその帰ってきた人が、いやこの家は嫌だなって言われるのがちょっと尺だったというか、要は自尊心傷つくなと思ってですね、自分のですね、はい、だからそう考えた時に踏み切った感じですね。やっぱり他人の目がすごく気になるタイミング、あるいは強制的にこのプライベートな空間に他人が入ってくるってなった時に、やっぱり自分ではもうできないから、まあ、しかもタイムリミット的に迫ってるってなった時には、やっぱり業者さん頼もうってなってる。だから普段から多分一番いい、今自分で言ってると思ったんですけど、一番いいのは普段から他人を入れるっていう想定しとけば多分こうはならないっていうことですよね。僕もそうなんですよ。人が来るタイミングで片付けないとって思うタイプなんで、なんかその自分の苦手ポイントとか片付けるスイッチの入れ方を知っとくだけでだいぶ違うかなとは。僕も誰か来るんやったら片付けなと思うタイプなんで、誰か読んだりとかってよくするんですけど。でもそれ大事ですよね。なんかある意味ちょっとしたそういう負荷をかけるというか、強制力があった方が、まあ普段そんなにこう念入れて片付けとか、掃除とかしない人でも多分やらざるを得ないですやりますみたいな感じになる。それをなんか心がけれて、ちょっとでもね、毎日しろとは思わないですけど、今までできなかった分週1回月1回ちょっと変えてみるだけでも生活リズムだいぶ変わってくるかなと思うので。でもそれ大事ですね、確かにね。なんか今後もね、なんかできるだけもうはい、キープしていただキープして頑張っていただければと思います。わかりました。はい。今回もご協力していただいてありがとうございます。どうもありがとうございます。こちらこそ。はい。また何かあったらじゃないですね。またはい。いつもなんか癖で言ってしまう。ないことを願らない。また再びお会いするか、お会いそうですね。はい。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。